2週間前にクレモナにはい。行って、バイオリン制作者の人と話をして、でバイオリンのコンクールっていうのがバイオリンの制作者のコンクールっていうのがあって、でそこでその制作者のコンクールの時にはバイオリニストだったりバイオリン、それからビオラ、チェロ、コントラバスの奏者が集まって点数をつけるんですって。で大きくは50点50点で、一つはやっぱりその見栄えというんですか、その美しさとか、そういうでそれはバイオリンを作ってる人が判断するそうなんですね。多分技術とかあるいはなんかこう昔からの伝統みたいなのがあるそうで、それにのっとったデザインなのかとかいろんなことをやられるそうで、あと半分が音なんですけど、それ3つしかない。で1つは音量なんですって。で多分先ほどお話しされたそのインタビューした人もおっしゃったのはやっぱり届かないといけない、客席に本当に届けられる音かどうかっていうこの音量、そして音色って言ってました。ですから多分音の全体のいろんなでもう一つはこの弦の間のバランスっていうかが取れてることで、当然4本の弦を使って1本だけだと演奏しきれないですよね。それを他の弦に移った時にその音色が極端に変わったりすると、その楽器はもう不適切だみたいなぐらいで、ただ弦それぞれの特色はありますよね。でそれは維持しときながらその4つの弦を縦横無尽にした時にやっぱり一つの一定な音色がという3つの基準で、あとは演奏家の方が演奏のしやすさっていうので、バイオリンのその制作者のコンクールの評点、これはなんか国際基準っていうか、もうどこのコンクールに行っても決まってるそうなんですけど、そのあたりってどうですか？その今言った音色、音量、その弦の間のバランスみたいなところは、なるほどななんですか？それとも。そうですね。この楽器を選んだ時、中学校2年生だったこともあって、そんなに自分で、分かったかというとそうではなかったんですけど、でもまずその楽器を持った時のフィット感があったりとか、それこそ遠くに行ってよく全部の弦がよく響いてるか、多分それがバランスということになるのかなと思うんですけど、たまになんか低音があんまりならないよねとか、高音がちょっとキンキンするよねとか、そういうのはあって、だからそういうものはなるべく安定してる方がきっと弾きやすいと思うんですよね。この楽器のその見た目とかっていうのも結構みんな個性があって、違うんで結構すよね。違いますね。それも結構好きはあったなと思います。なんか、一番この楽器を選ばれた、いろんなもちろんねポイントはあったんでしょうけど、まずバイオリンは価格が高いので、ちょっといいなと思うと、音が良くなったなと思うと、その分比例してお金も結構高くなって、値段が上がっていくんですね。それが結構なちょっとの差なのにすごいお金がとかもあったりして、そのあたりも選ぶ基準ではかなりあったんですけど、それとリセールバリューっていうか、その骨董品としての価値も鑑定書がちゃんとしてるかとか、そういうものを結構しっかり見たりしましたね。あと楽器のサイズもだいたい平均的なサイズがあって、それでちょっとちっちゃめだったり大きめだったりで、小さい方がやっぱりちょっと鳴りが
悪いというか標準サイズがやっぱり一番良くなる印象はありました。なのでちっちゃかったのでちょっとちっちゃめの楽器もいいかなと思ったこともあったんですけど、そこはちょっと頑張って。これはもう楽器が生まれてどれくらいの年齢になってこれは一応モダンバイオリンなので、1880年ぐらいだったかな、90年かな。なので104、でももう100、モダンバイオリンって大体どれくらいがモダンバイオリンですか？まだ1800年代からはまだモダンかな、1800年前半ぐらいだとオールドになっていくのかなという印象ですね。クレモナのバイオリン博物館に行ったんですけど、あそこに並んでるのはいわゆるオールドバイオリンですよね。私聞いたことないんですけど、ストラディバリウスとか、そうですね、その辺はガルネリとか、やっぱりその新作バイオリン、それこそ出来たて、もう今週作り終えましたとかいうと、これくらいのそれこそ1800年くらいのモダンオールドよりちょっと古い新しいぐらいのと、もっと古い楽器って演奏の仕方が変わるんですかね。なんか結構やっぱり奏者によってその新作の楽器でもすごいいい音を出す方いっぱいいらっしゃるし、で逆に別に古い楽器を持ってるからといって必ずいい楽器が出るわけではないんですけど、でも古い楽器を弾くとやっぱりいい音が鳴ってる気がするんですよね。なんかやっぱり響きも遠くまで響くなっていう感じがするし、その気になれる、上手くなった気がする、そういうのはありました。で、あるコンサートマスターの方がもう新作バイオリンを使ってらして、でなんで新作バイオリンなんですかって聞いたら、コンサートマスターのポジションの時は、自分は新作の方がなんかいいんですっておっしゃって、そう深い理由はわからないですけどね。ただほとんどの方はやっぱり比較的古いというかオールドバイオリンが多いっておっしゃってましたけどね。なんとなくですけどやっぱり音色が複雑で、できることがたくさんあるような気がしますね、古い楽器の方が。今おっしゃった音色って、言葉が出てきましたけど、もう少し分解すると、音色ですか。そのバイオリンの音色って難しいですけどね。どういう理解をしたらいいですかね。楽器の音色というよりやっぱり結構奏者によってだいぶ変わるので、私なんか結構明るくて透明感がある、そういう音が好きなんですけど、結構力強い渋い音だったりとか、すごく艶っぽい音だったりとか、本当いろんな演奏家がいて、みんなどこを目指していくか、自分がどういう音が好きで、それをやっぱ音楽を作りながらそれが、なんか音色が先かその音楽が先かちょっとわからないんですけど、相乗的に作っていくんじゃないかなと。演奏される時ってもちろんそこには音楽っていうか誰かが作った作品があるわけですよね。でその作品自体も音色みたいななんか独特の、昨日ちょっと作曲家の方と話をしたら、その方はドビュッシーとラヴェルがとても若い時に好きだった。で自分でピアノを弾いた時のその和音の響きがとても魅力的だったっておっしゃってるんですけど、多分作曲家によって独特の何ですか、音色なのか音の響きなのかありますかね。例えばベートーベンとそれこそラヴェルっていろんなことが違うとは思うんですけど、一応やっぱり変えようというか
もちろんラヴェルとドビュッシーこういうイメージみたいなやっぱりそれぞれみんな持ってて、それにこう近づけた音、具体的にやっぱり弓のスピードとか、どれぐらい圧力をかけるかとか、そういうことでこう一番ふさわしい、自分が思うそうふさわしい音を作っていってますね。だからベートーベンはこういう音がいいなとか、ブラームスはこういう音がいいなって、作ってますね。普通に弾くとね、こう4本の弦があって音が鳴ってますけど、たまにこのスルポンティチェロって言って、このコマのこういう音が出たりとか、あとハーモニックスといってあと弦を弾く、なんかこれがでも一番こうなんかバイオリンの基本なのかなっていう、その弦を弾いて響いてますよね、楽器自体はね。なんかこれが一番こう無理がない弦がよく響いてて。バイオリンってポジションってあるじゃないですか。例えばそれこそゲーセンだけで演奏することもね、ブラームスなんかそうでしょうけど、そのポジションっていうのは自分で決めるんですか、それとも楽譜に指定があるんですか？楽譜に指定が書いてある、どうしてもゲーセンの音が欲しいっていう時はそう書いてありますけど、自分でここにはこっちのゲーセンの音のがいいなとか、電線の音がいいなって自分で選ぶ場合も。それってやっぱり音のイメージ随分変わるんですか、そのポジションによって？そうですね。特にやっぱり作曲から指定が来てるものはやっぱり、なんかこれじゃなきゃダメだなっていうニュアンスが感じられます。あとオケの場合はボーイングアップとダウンを決めてきますよね。そうですね。やっぱりそこがこうバラバラ、もちろん視覚的にもみんなバラバラだとおかしいというのもあるんですけど、どこでこの弓のこの返すか、でフレージングが変わってくるので、それはなるべくみんな揃って、セクションごとに揃ってた方がやっぱりダウンとアップだと音自体の印象が変わるんですか？なるべく変えないようにっていうのが目標ですけど、やっぱりこの、下に行くのと上に行くので、物理の法則として多分こっちの方がこう重みを乗せやすいっていうのは。でも技術としては本当はどっちもこう同じように弾けるのが理想的。なんか激しい音の時に比較的この弓の根元でこう言って全部ダウンでそうですね、そういうのやってる、それもやっぱ重みがかけやすい。ありますよね。ここでこうやるよりも、なのでこう重たい音とかをここで出しやすいと思います。結構多彩ですよね、そのバイオリン。そうですね。それでこうピアノとかみたいにこう音を出して消えてっちゃう楽器ではないので、弓をこう弾き続ける限りずっと続くので、でその中でまたさっきも言ったようにこのどこで弾くかとか、圧力どうかけるかとかで音が変わるので。あとはビブラートをかけるとか。そうですね、ビブラートもそうですね。ビブラートもまたこの幅で全然音が違うので。ああいうピアノみたいな打弦楽器と違って、ずっとコントロールできるんですよね。そうですね。だから変化はたくさんつけられる楽器では。楽器があって、そして演奏家の方がいて、録音の技術もあって、で最終的にスピーカーみたいなところがあって、からその音色っていうんですか、音のイメージがいろんな人がこう関わって、で最終的には一般の方が音を聞く。なんかその音色ってなんだろうって最初の話に戻るんですけどね。どう捉えてらっしゃいますか、その。まずはだからこう自分がどういう音が好きなのか、その別に演奏する人ではなくても、聞く立場でも私この音好きだなっていう。
その好みにうん。結構委ねられるものなんじゃないかなと。そうですよね。